どうも、ともそやです。前回動画は首都サンティアゴ、チリ人とのローカル感満載の交流があったり、ベタな観光地に行って南米大都会の街サンティアゴを細かく紹介。今回はサンティアゴの近くにある大人気都市バルパライソ、おしゃれカフェ、カラフルな街並み、バルパライソで行くべき場所をチリ人との交流を交えて紹介。暇なんで朝6時半に起きて朝日を見に行きました。チリのバルパライソで友達の家に住んでるよ。バルパライソは海鮮も美味しいよ。現在ね、チリのサンティアゴから約1時間半ぐらいで行けるバルパライソっていうところに来ています。チリ宗谷からのバルパライともそらチャンネルです。今回の動画なんですけど、なるべく1日でバルパライソの全て観光したいと思います。知り合いの店行ったりとか、バルパライソ自体が言ったらカラフルな街で、壁とかに結構落書きがあったりとか、街並みが綺麗とか、そういう街で世界遺産にも選ばれてるんですよ。で、そういう街、天国の谷って言われたのかな、なんか幸せの丘とかいろんな意味を持ってるんですけど、その街をちょっとね紹介したいと思います。で、まずはじめにここミラドールコムグリっていうところなんですけど、カモグリか、ミラドールカモグリ来てるんで、ちょっとねその様子をね、どんな景色が見えるか紹介したいと思います。めっちゃ今ねリラックスしてるんですけど、だいたいね金土日に夕方にここに来て、友達がラーメン売ってるんで、それを僕は横でね見てたり、ラーメンもらったりとかしてますね。たこ焼きとか売ったりとか。まあでも動画上がってる頃にはもう彼ね多分仕事辞めてサンティアゴでレストランね開業するとは言ってたんですけど、まあ皆さんねそっちの方レストラン行ってあげてください。ラーメンねマジで美味しいんで、こんな感じででかいベンチがあって、そこに座ってね今ね景色眺めてるんですけど、展望台からの景色はこんな感じですね。夕暮れ時とかかなり綺麗な景色です。多分ねインターネットにも書いてると思うし、結構現地に住んでいる人とかに聞いたら、上に登るほど危ないってやっぱりねそういう情報があると思うんですよ、バルパライソは。で、実際ね僕ね登ってみたんですよね、一人で夕方。実際のところ全然危なくなかった。マジでその上言うても上にもいろんな場所があるんで一概には全然言えないんですけど、僕が登った場所に関しては危なくなかったし、現地住民3人に聞いたら3人とも全然危なくないって言ってましたね。なんでマジでね上登りたい人は別にね登っていいと思いますよ。登りながら現地住民にこの辺危ないって聞きながら登ったらいいと思います。まあ上に行くほどね危ないエリアもあるとは思うし、ちなみに自分はこの道を上にまっすぐ頂上まで上がっていきました。全然夜とかこの辺ね僕普通にうろちょろしてるんですけど、特に危ないことはないですね今のところ。ただカメラぶら下げて歩いたりとかそういうのは絶対やめた方がいいです。なんかねおっちゃんがね一人で歩いとって、2人組の現地住民男の人にボコボコにされて荷物とか全部奪われたとかいう話も聞いたんで、この丘の上の街並みがなんか独特な雰囲気出てるわ。観光場所どこ行ったらいいって地元民に聞いたら、みんなが口を揃えて言うセロアレグレっていうところにもう初手で行きます。もうね飯で例えたらミックスフライ定食をエビフライからねまずね食べるようなもんですよ。初手でそこに行きます。ケロッピーみたいな目した生き物の横で完全にあれ白眼の練習してますね。セロアレグレにはまだ到着してないけど、もうこの絶景なんやけど、これって絶景よな。こういう景色なんか好きやわ。家一つ一つに個性があって、ほんまみんな自由に落書きしすぎやろ。こう見たらなんかほんまに落書きいっぱいですんごい街やなって感じ。もうなんかカラフルでね可愛らしいねおしゃれでね高そうなねお店がいっぱいあるんですけど、このエリアがもうセロアレグレみたいですね。まあこういうね細い道とかで両サイドでねアクセサリーとかなんか可愛い絵とかを売ってたりするような場所。なんかねこんな感じでねいろいろねアクセサリーとか売ってるんですよ。でほんまにね迷路みたいな感じになってて難しい。今ね右曲がろうとしたけど怪しい人らがおったんでちょっとやめました。規制上げとった人。なんかめっちゃ楽しそうこの滑り台。友達がこのマレーコーヒーおすすめって言ってました。さっきおばちゃんがこうやって振り返ったんですよ。振り返った時に僕も一緒にこうやって振り返ったらおばちゃんが笑って、で僕も笑って、ちょっと話することになって、そしたらなんかここの景色が綺麗って教えてくれました。
その景色がなんとこれです。ペレレペレレ。なんか目の色とか目の形とか雰囲気といいデジモンアドベンチャーもできそうやな。ほんでもっておっぱいがある伝説のフィッシャーマン。道自体がくね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 してるんで、ほんまにね5分に1回は Google マップ見ているような状態です。カラフルな階段でインスタ映えと思うけど、すぐ上を見たら電線がいっぱい。てかセロコンセプション探してて、セロアレグレの他になんかいろんな人に聞きまくってたんですよ。そしたらここを言われました。このエリア全体がセロコンセプション言われましたね。なんかあんまり見どころなくないこの辺、なくないって聞かれてもまあ知らんわなって感じって思いますけど、いやでもなんか微妙っすわ。微妙。いやいろんな海外行きまくってな、まあ自分が感動を薄れてるっていうのはあるんですけどね、とにかく何とも言えないですね。これだけみたいな、ただ落書きがあるだけやんみたいな。ピアノの階段とかがどっかにあるはずなんですけど、まあそんなん見たってしゃあないですしね。それにしても相変わらずね5分に1回 Google マップ見てますわ。迷路こんな感じでね、壁がねアーティストチックみたいな感じになってるんですけどね、まあ見たってしゃあないですよね。こういうの見たってしゃあない言うてたらほんまにねどこにも行けないですけど、貧乏バックパッカーには結構ねしんどいかもしれん。この辺来たら結構ね値段も高いし、この辺で飯食うとかカフェ行くとかなかなかねできないですよ、貧乏バックパッカーは。まあでも貧乏バックパッカーだからこそこの辺の街並みを無料で楽しむっていう楽しみ方もあるとは思うんですけどね。まあこんな感じの雰囲気っすわ。この辺り店の中はねこんな感じの雰囲気ですね。もはやめんどくさくて一回もね店入ってない。これね普通の階段のように見えるんですけど、下側から写真撮ったらこんな感じになるんですよ。意味わかるかな。こんな感じになってるんですよ。街降りてきたでこんな感じのねアメージングなね景色が広がってますね。でこっち側には青空マーケットバザーがたくさん広がってるような感じ。お土産物を探すのにいかがでしょうか。まさかのブラックウォーグレイモン、ウォーグレイモンじゃなくてブラックウォーグレイモンを見えるとは思わんかった。そしてまたしてもデジモンネタになってしまうのですが、セクシーな顔をしたエンジェウーモン。チリと言ったらもちろんは可愛いんですね。そしてここでは本物のポケモンバトルを見ることができます。まあこんな感じのね街並みですわ。なかなかね雰囲気出てますよ。夜ね一人で歩くのはちょっと怖いかなっていう雰囲気ですね。こんなん渡されても困るっちゅうに。かわいいにゃー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 。はい、イグレシア・デ・ラ・マトリッツ教会ですね。でね教会の近くにはねやっぱりねなんか変な人らいますよ。小じきとか薬中の人らとかあの女の人らとか多分そうですね。そんな感じです。とりあえず教会の雰囲気はこんな感じ。こうやって動画撮ってたらババアがギャーギャー言い出したわ。ちょっと退散します。ババアがギャーギャー言い出したんで、一応バルパライソね普通に治安悪い場所なんで、さっきね5分に1回 Google マップを確認してるって言ってたんですけど、20秒に1回後方は確認してますね。こんな感じで。しかもようね喧嘩とかもしてるんですよ。この前とか路上でねラリっとるおっさんがおって、そいつめがけてなんかお兄ちゃんが走っていって思いっきりボコボコにしてましたからね。一方的にいろんな海外行ってるけどなかなか見ない光景とかをチリのバルパライソでは結構ね目にしました。まあ月曜日のね土平日でもこんな感じでね青空マーケットは開催されているよ。ちなみにチリのバルパライソはねこんな感じで海沿いをね電車が走っています。基本的にみんなねバスで移動するんじゃないかなと思いますね。まあ街の中心街にはねこんな感じのねペルー料理のお店があったりもします。これ多分ブッフェだと思うんですけど、ブッフェは1500ペソで食べることができる。ただね味はねわからん、怪しい。まあ今ね店の中ねうろちょろしてるんですけど、とりあえずねまあ暮らせるっちゃ暮らせますね。まあレストランとかお店だけじゃなくて日用品とか結構ねバンバン売ってるんで、まあ問題なくね暮らせると思います。
物価とかもね高い言われてますけど、多分ね日本と同じぐらいだと思うんですよ。まあこんな感じでね、ほんまにいろんな店がずらーってある感じ。車も多いですね。友達がね、チリの名物料理だったら美味しいのエンパナーダとカステラぐらいちゃうん言うてましたわ。なんで今からね、そこのねお店エンパナーダ食べる売ってるところがあるんで、そこでねエンパナーダね購入してエンパナーダ食べたいと思います。このお店ですね。ここおるかな。はい、おらん。ほらbien estoy grabando Plural de huevo para pastel Exacto, para los pasteles. Sí, para los pasteles. ケーキを作ってますね。その裏をね今見せてもらってます。こんな感じで。 Azúcar. あ、スーカル。エンパナーダとかパンとかの生地を作るためにこの機械を使っているみたいですね。こんな感じでね、キッチンの裏側をね見せてもらってます。Sí, muy bien, bien, muy limpio。エンパナーダ買おうと思ったらなんかまさかのプレゼントしてくれました。ありがとうございます。Este es pino? Pino. Ah, pino. Pino, es carne. Huevo, carne, cebolla, Aceituna. aceituna. Oh. Sí. Muchas gracias, empanada. まさかのおっちゃんが奥の奥さんが日本人なんですよ。奥さんが日本人でおっちゃん自体も10年間日本に住んだことがあるって言ってます。ああ、それにしても疲れた。めっちゃ喋る。何分おっただろう。次なんですけど、結構おすすめのカフェがあって、そこ一回行ったんですけど、行った後に Google のレビューちょっと見てみようと思ったら星 4.8 とかだったんですよ。すげえと思って、まあ実際に行ってみてよかったんで、そこちょっと紹介したいと思います。バルパライソのおすすめカフェですよ。危ないからこの辺で携帯出すなよ言われました、おばちゃんに。ありました。このねタジェールカフェっていうところですね。ここはねすごいおすすめのコーヒーショップ。一応タジェールカフェっていう名前のカフェなんですけど、入った瞬間にまずねこのマリオカートが目に入るっていうね、なんか面白いですよね。一応ね2階とかもあるんですけど、2階はちょっと僕行ったことないんでわからないです。ただね1階はねなんかねほんまに関係者以外立ち入り禁止って言われたんですけど、こんな感じでコーヒーほんまにね専門的に作ってて、雰囲気も結構おしゃれなんですよね。こんな感じでね食べ物もねあるんでね、コーヒーのお供にどうでしょうか。はい、アメリカン到着。こんな感じ、まあ普通のアメリカーノですね。熱い、しっかりした酸味ある系のコーヒーです。あそこがレジ兼コーヒーの作成場所みたいな感じになってるんですけど、今日はちょっとね忙しそうな感じですね。バタバタしてますわ。急になんかカプチーノみたいなのが来たと思ったら、なんか店員さんのねかおりちゃんっていう人がいてて、かおりちゃんのねプレゼントらしいです。ありがとう。チーノは黙ってカプチーノ。まあ僕ハポネシートですけどね、まあでも安定の味ですわ。カプチーノの甘い味。コーヒーに2杯飲むんって地味になかなかないっすよね。僕ねホンジュラス行った時はコーヒーねピッチャーみたいなんで出てきて、それをね朝まで延々と飲んでたっていうことはあるんですけど、あの時はねホンジュラスで朝までねファミレスで過ごしたんですよ。なんでずっとね永遠とコーヒー飲み続けてたんですけど、なかなか口の中今ねコーヒーしてるわ。ちょっとねでカプチーノ飲んで甘いっす。せっかくなんでねちょっと2階の雰囲気もね見てみますわ。どんな感じになってるかな。まあね雰囲気いいっすわ。 BGM がちょっと気になる人はおるかもしれんけど、ノマドワーカーとかにもおすすめの雰囲気かもしれん。まあ僕はねこの BGM 大好きですけどね。で上から見た雰囲気はこんな感じ。僕はそこでコーヒーを飲んでました。このロブスターってどういうことやろう。男子便所の香織さんがこんな感じでね働いています。僕の友達。特別に許可をもらって動画撮影をさせてもらってるんですけど、ギリギリ邪魔にはなってないみたいです。ここからが技の見せ所、動画撮影ポイントみたいですね。始まります。こんな感じでラテを作っていくみたいですね。muy bien. Muchas gracias, Majo. De nada, no sé cómo se dice de nada en Gracias. japonés.
ムチョグラシアス香織さん、おごっていただきありがとうございます。チリ人と日本人のハーフです。困ったらここに来て美味しいコーヒー飲んで香織さん見つけてください。女の子と喋れて楽しかった。美味しいコーヒーも飲めたし、エンパナーダもタダでもらえて、今回ねコーヒーもねまさかのねなんかおごってもらえたんですよ。しかもコーヒーとカプチーノ、この辺で携帯出したら危ない、まあいけるわ、おごってもらったんで、なんかもう申し訳ないですね、なんとも言えないです。ありがとうございます、ありがとうございます。もう出会いに感謝ですね、ほんまにそれだけ。皆さんはお金払ってコーヒーを飲んでください。すいません。普通にガンガンね靴吊るされてるとこで携帯ね普通に出して撮影してたわ、一人で。危ない危ない、引き返しましょう。なんやねんこのカレーってこの落書き。まあカレー好きやけど、ese YouTube sí algo vas a decir algo sí YouTube vas a decir algo te da pena sí sí OK。 なんか恥ずかしいみたいっすわ。仲良くなったんですけど何も言ってくれん。sí YouTube sí OK graciasバイバイ。今ねこういうお店で普通にね SIM カードのなんかチャージみたいなのができるんですよ。そしてついでにねちょっとアイスの値段ね見ていきますわ。アイスの値段帯がこんな感じ。まあちょっと高いなって感じですね。なんか僕もね近い将来こんな感じで路上で寝そうな気します。ほんでもって普段ね SIM カードとか絶対ね買わないんですよ。もうチリはねちょっとね僕もね特別っすわ。ちょっと SIM カードね一回買ってみようかなと思って、そうやってね SIM カードを買う経験っていうのも大切かなと思ってね、ちょっと一回経験しとったら SIM カードほんまに欲しい時にこの経験が役立つかなと思って。ここも僕のね知り合いのお店なんですよ。ただねキャラめっちゃ濃すぎるんでちょっと今日疲れてるんで別の日にね行きたいと思います。はい、この場所がメルカードエルカルドナール市場ですね。まあこの辺りで野菜やねフルーツを購入したら間違いないと思います。まあこんな感じですね。今ちょっとね夕方になってきたんで閉まってる店も出てきたんですけど、基本的にはね野菜とかねフルーツ何でも揃ってるんでね、ここでね買ったらほんまに間違いないと思いますよ。一応このドスピソって書いてるんですけど、2階にまあねチリ料理を食べることがあるレストランがあります。で中はね一応こんな感じでね、中もいろんな食材ね売ってます。はい、市場のね2階の様子こんな感じ。今も空いてるんかな。まあね人がおらんので今は多分あれですね、晩ご飯の準備中みたいな感じで後でこのねオープンするみたいな感じだと思います。こんな雰囲気ですね。まあなんか高そうやな。ちょっと市場にしてはなんか高そうな雰囲気やな。人参拾いました。十分食べれますねこれ。この先の方ねピッて切ったら。夕方6時超えました。このままね動画撮影ね続けるとねなんかね携帯パクられそうな雰囲気がねいつにも増してプンプンしてるんで、ちょっとねこの辺りで今日はね動画撮影終わりたいと思います。はい、半日でしたね。1日だけでどれだけねバルパライソを回れるかっていうんじゃなくてもう半日です。チリの中でもトップ3に入るほどのね治安の悪さを誇るバルパライソ、ちょっと怖いねとか言いつつ一人で夜道スマホを触りながら歩く。さすがにこんだけ靴吊るされてたら怖すぎるわ。こんだけ落書きもあるし、まあ突き抜けるよ一人で。もうここまで暗かったら逆に怖ないわ。だって強盗も俺のこと見えんやろ、暗すぎて。晩ご飯の前にねこんな感じでチーズを当てにワインを飲むこともあります。身の瞳に乾杯。甘くて上品な味や。めちゃくちゃ洗練されてる。やっぱちょっと高いだけあるな。このディアブロのね赤ワインねおすすめです。多分カレーにこれだけ煮干しを入れる人はおらんはず。こ
これぞまさしくシーフードカレーですね。サルーバルパライソー。次回ともさえチャンネル、これまた観光スポット。バルパライソからかなり近くてバスで行ける場所、ビーニャデルマール、シャレオツビーチ、海沿いの砂漠、地元民との交流を交えて唯一無二の景色を見ながらビーニャデルマールを楽しんでいく。